トフードの表示成分を乾物に変換。じゃん。皆さん、こんにちは。今回は、ドッグフードやキャットフードのパッケージに表示されている栄養素量を乾物あたりの量に計算する方法についてです。ではまず問題です。ドッグフード 100g あたり、タンパク質は 27g、水分は 10g の場合、乾物 100g あたりのタンパク質は何 g でしょうか？正解は 30g です。この問題が分かっていたら、この回はスキップして OK です。ここに出てくる乾物という言葉の意味がわからないと、この問題は解けません。昆布や切り干し大根のような乾物とは違います。もちろん、カリカリのドッグフードやキャットフードのようなドライフードのことでもありません。まずは、この乾物から説明します。乾物とは、食事から水分を除いた残りの成分のことです。カリカリのドライフードでも缶詰のようなウェットフードでもタンパク質や脂質や糖質のようにエネルギー源となる栄養素のほかカルシウムのようなミネラル成分、腸内細菌の食事にもなる食物繊維、そして水分が含まれています。この中の水分を除いた栄養素成分の合計が乾物です。動物の栄養学では、この乾物あたりで栄養素量を表すことがよくあります。カリカリのドライフードの場合、水分量は約 10%、残りの 90% が乾物です。乾物にはタンパク質や脂質などの成分が含まれています。エネルギー源であるタンパク質や脂質や炭水化物を含む乾物の割合が多いため、ドライフードは高カロリーです。一般的にドライフード 100g あたり350から400キロカロリーあります。缶詰やパウチ製品のようなウェットフードの場合、水分量は 80% 前後。残りの 20% ほどが乾物です。ドライフードとは反対にエネルギー源であるタンパク質や脂質、糖質を含む乾物の割合が少ないため、ウェットフードは低カロリーです。一般的にウェットフード 100g あたり100キロカロリー前後のエネルギーがあります。同じ種類のフードでもドライフードとウェットフードでは、その 100g あたりのカロリーと栄養素量は水分と乾物の割合が違うため異なります。同じ 100g でも水分の少ないドライフードでは乾物の割合が多く、つまり栄養素量もカロリーも多くなり、ウェットフードではその大部分が水分なので、乾物、すなわち栄養素量もカロリーも少なくなります。このため、ペットフード同士で比較する場合、水分を除いた乾物あたりの栄養素量で比較することがあります。この水分と乾物の割合の考えは人間の食品でも使用されていて、例えば、ドライフルーツは生より食物繊維やミネラルが豊富という宣伝文句も、ドライフルーツと生のフルーツとの栄養素量の違いは水分量の違いによるものです。今回はフード重量あたりの栄養素量を乾物あたりの栄養素量に変換する計算方法を解説します。ドッグフードやキャットフードのパッケージに表示されている栄養素量は、このようにパーセント以上やパーセント以下のように表されています。
必須栄養素である素タンパク質や素脂肪は十分量含まれていることを保証するためにパーセント以上と表示されます。例えば、このフードは体に必要な栄養素であるタンパク質が 27% 以上は含まれているということを表しています。逆に多すぎるとフードの傘が大きくなって必要量を食べられないなど、多すぎない方がいい成分にはパーセント以下と表示されます。このため実際に含まれる量はここにある数値より多かったり少なかったりするかもしれません。素タンパク質の場合、実際のフードには 28% 含まれているかもしれませんが、今回はこの 27% の値を目安に計算してみましょう。素タンパク質 27% とは、そのドライフードの 27% がタンパク質という意味です。パーセントとは、全体を100とした場合の割合を表す単位です。素タンパク質 27% はドライフードの重さで考えると、ドライフードが 100g の場合、その中の 27g はタンパク質の栄養素が占めているという意味になります。残りの 73g は素脂肪や水分など他の成分になります。ペットフードのパッケージにはこの5成分が示されていることが多いですが、これを全部合計しても 100% にはなりません。残りは NFE 可溶無窒素物という成分で炭水化物の一種です。NFE は全体から素タンパク質と素脂肪と素繊維と素海分と水分すべてを引いて求められます。ペットフードはこの6成分に分類され、今回求めたい素タンパク質はこの6成分全体に 27% の割合で含まれます。このうち水分を除いた5成分の合計が乾物です。ドライフードの中では素タンパク質は 27% の割合です。そして水分は 10% の割合です。乾物は水分以外の成分なので、ドライフードの中では乾物の割合は 90% です。この乾物だけで考えた場合、素タンパク質は何%になるのか、つまり乾物を100とした場合の素タンパク質の割合を求めてみましょう。ドライフード全体を100としたとき、乾物は90。乾物に含まれる素タンパク質は27です。この乾物90を100としたときの素タンパク質を X として、90対27は100対 X という比の式が出来上がります。この時必ず同じ順番で並べましょう。ここでは乾物90対素タンパク質27イコール乾物100対素タンパク質 X の順番ですが、素タンパク質27対乾物90イコール素タンパク質 X 対乾物100の順番でも OK です。計して乾物90対素タンパク質27イコール素タンパク質 X 対乾物100のように順番を間違えてはいけません。イコールは右も左も同じという意味です。これでは同じではありません。
では、正しく並べた式で計算してみましょう。比の計算は内側と外側をかけて求めます。と習った人も多いと思うので、この方法で解いてみましょう。外側をかけた 90×x イコール内側をかけた 27×100 になり、x イコール90分の 27×100 になるので、x は30です。乾物中の素タンパク質は 30% です。比は分数で表すこともできるので、分数の方法で解いても OK です。90対27は27分の90。100対 x は x 分の100と表すことができます。分数は計算しにくいので、分母の27と x を消すために27と x をかけます。右の式と左の式はイコール、つまり等しいので不公平にならないように両方に27と x をかけることを忘れないでね。すると、90×x イコール 27×100 となり、x は30です。そう、この方法でも答えは同じ。乾物中の素タンパク質は 30% です。まとめ。動物の栄養学で出てくる乾物とは、水分を除いた物質のことです。乾物中の栄養素量はフード間の栄養素量の比較に利用できます。違う種類のフードの栄養素量を比較する方法の一つですが、犬や猫がどのぐらい食べたかを考える場合は、ペットフードの重量あたりやカロリーあたりの栄養素量の方がわかりやすいです。ペットフードあたりの栄養素量だけでなく、水分量もわかれば、比の計算で乾物あたりの量に変換できます。比の計算は便利で楽しいよ。栄養以外でも日常生活の中でたくさん利用できるので、マスターして使ってね。またね。